メリークリスマス。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。清直樹です。すっかり年末ですね。今回はこちらのフイオン様から液晶タブレット、カンバス、プロ16のレビュー依頼をいただきましたので開封、イラストメイキングしていきたいと思います。しのごの言わず早速開封。箱自体が大きいのですが中身もなかなかの大きさで、裏はメタル感のあるボディ。こちらの液タブは作業に十分余裕のある 15.8 インチのモニターとセンサー範囲。ショートカットボタンも8つついていますね。ホイールがないのは惜しいですがおそらく左手デバイス使用を見込んでいるスタイルです。何よりこの薄さ。1センチほどで非常にスリムです。機能面での紹介ですと、高解像度の QHD になるので高精細ディスプレイ、186ppi であるのは非常に良いと思います。画面タッチ機能はないですがシンプルに液晶タブレットとしては十分と言えますね。ペンも筆圧レベルは申し分なく傾き検知と他のものと遜色ないです。取り出しているのは専用のスタンドになっていてシンプルながらいろんな角度で設置が可能です。見た目によらず安定感もありしっかりグリップできます。それでは付属品も見ていくとしましょう。こちらはフイオンのタブレットグローブ。小さめではあるんですが生地がとても伸縮する素材になっていて自分でも問題なく使える感じでしたね。こちらはモニター用 USB-C ケーブルになります。赤くなっているのは電源アダプターにつなぐ用の USB ケーブル。両方赤いのは電源延長用ですね。こちらは USB-A タイプと HDMI に分かれるタイプ。USB-C ポートがないパソコンでもこちらで対応できます。そして電源アダプターです。これはペンスタンドになります。美味しそうです。振ってみると何やら音がする。そしてこれがお待ちかねのフイオンのタブレットペンです。ボタンが2つありお尻の消しゴム機能はない形ですね。以前も言った通りガタガタするタイプの消しゴムはなしでもいいかなと思ってたりします。取扱説明書とフイオンロゴ入りのクリーニングクロス。ふきふき。説明書は主に図による説明で理解しやすく、ここでペンスタンドの中に返芯があることがわかりました。試しに開けてみます。グローブが滑るので素手でオープン。中にはプラスチック芯5本とフェルト芯が5本、抜き取るピンも入ってます。計10本の返芯は長く使えそうです。さて、内容物は以上になりますので、これからセットアップをして描いていこうと思います。私は大きめのワコム様の液晶タブレット新築、プロ24を使用していますのでそちらとの使用感の比較などもできればと思います。まずは接続方法なのですが大きく2つの方法があるようです。1つ目は USB-C ポートがない HDMI ケーブルを使用した方法です。電源、映像、データの3つに分かれて接続します。2つ目は USB-C ポートと電源の2つだけつなぐ方法です。よほど古い USB-C ポートとケーブルでなければ映像とデータを送信できますから便利です。規格がサンダーボルト3以上の USB-C であれば問題ないそうな。今回私はノートパソコンのサーフェイスプロ8につなぐのでむしろ USB-C しかありませんので2つ目の方法でつなぎます。まずはケーブルの確認で、赤い部分の USB は電源用になりますから間違えなきよう、赤い方を電源アダプターに接続します。両方が赤いケーブルは電源の延長用だと思われますのでアダプターに中継すると延長可能です。
本体には2箇所の USB-C ポートがあるので下は電源用、上が映像用っぽいのでそのようにつなぎます。これでつなぐ準備はできました。実際にパソコンにつないでセットアップしていきます。まず USB をつないでフイオンのホームページから自分の製品を選択しドライバーをダウンロード、インストールします。電源が左上の方にありますので電源をオン。手汗が見た目を悪くしてしまいましたがこれで繋ぐことはできました。簡単ですね。Windows のディスプレイ設定が複製になっているので拡張に設定し別々のモニターとします。これで画面比率もマッピング範囲も最大になりました。ドライバの設定のショートカットキーは最終的にはこの通り、手を置いた時に折ると、進む、戻るはすぐ届く位置に、コントロールとシフトはなんだかんだ必要になる。やはりホイールが欲しいかも。筆圧設定は細い表現が難しいと感じたので低いエリアをさらに下げています。それではイラスト作業に入っていきます。今回は冬のオリジナルキャラクターのイラストにしたいと思いつつ、ゆるくクリスマスにかかってればいいなという感じでスケッチしていきます。もし描き始めにズレを感じる場合はマッピング設定を見直してみるといいかもしれません。マッピング比率が合っていないと左右端ほどずれたりすることはあります。QHD 高精細でドットを気にすることなく滑らかに描ける感じで感触はとても良いですね。遅延に関しても全く問題なく、クリスタではブラシごとに手ブレ補正もしていますが気になることもなく、普段の作業にもとてもよく使えると思います。自分の描きやすい大きさで描いていますが、この通り画面サイズの余裕っぷりは十二分にあります。大きく描きすぎない、ズームしすぎないためには高精細であることは必要なことですし、他にウィンドウを表示しててもいいというのはかなりありがたいですね。総じていいサイズ感です。アイデアラフを通してイメージが固まってきたのでそろそろ最終ラフに入っていきます。自分のペンの持ち方、肝ではなくてピントが合っていないですが線を引いている時の1倍速はこんな感じです。先ほど言った通り、素早く長いストロークをした時に手ブレ補正をかけているので分かりづらいですが普段と変わらない感じです。どうでもいいことではありますが偏見で話すと絵描きの方はペンの持ち方は癖があると思ってますがどうでしょうか。自分はもともと鉛筆であれ中指でコントロールするのが安定しているのと、タブレットペンで言うとボタンを人差し指で押すのが完全に合っているのでこうなっているんですがこう見るとなかなかのキモさですね。さて、ラフイメージが固まってきたのでシルエットを切り取っていきます。イメージがしっかり固まっていることが条件になりますが、マスキングのためにも形を確定させておくのと、後のエッジを出す作業を省略する点で楽なのでおすすめです。陰影作業でのストロークは変わってちまちまとなります。いわゆる厚塗りと同じです。陰影作業で大事になるのがオルトキーのスポイトツールなのですが、忘れがちなのが、ディスプレイのカラーをピックを選ぶことです。
可能な限りレイヤーを分けておくスタイルなので後の工程で、レイヤーのカラーをピックに切り替えますが、よく忘れるので厚塗りの工程の時は忘れないようにしないとですね。ベースのグレーは後のカラーリングの方法によりそれぞれ変わってくるところです。オーバーレイでのカラーリングの場合は 50% グレーあたりでないと思った色が出ませんのでおすすめです。自分はハードライトでのカラーリングになるので、ある程度グレーが明るくても色が出せますので 75% くらいでやってますがここにおすすめは特にありません。100% ホワイトだと長時間見ていると目も痛くなるのでそういう意味でも優しい方法ではあるかなと思います。陰影というか線画ではないかという話で言うと正確には、アンビエントオクルージョンと輪郭を合わせた最も暗い部分、みたいなもので、感覚的には陰影の一部かなと思ってます。ライティング作業前に背景の大体のイメージを描画しておくとライティングもスムーズにイメージできると思います。横着してしまうこともありますが基本的には着実に構築していくと後の迷いが減りますね。自分のハイライト作業は筆圧ぼかしと消しゴムが主な主役かもしれません。どの段階においても指先ツールと筆圧ぼかしは絵の具で描いてた時の感覚をくれる重要なツールだと思います。一応不透明度 100% のハイライトと 50% くらいのソフトライトは分けています。ソフトライトは例えばレリーフ彫刻のようなデコボコの部分を意識しつつ立体感を与えるために描画しますが、情報量が増えることでしつこい見た目になることもあり得るので注意です。そしてライティング作業です。クリップスタジオは混合ブラシが優秀で指先ツールとブラシが合わさったような使い心地。ライティングにはよくこちらを使用しています。メインライトは何か、どこかを意識し落とす影もイメージしてまずは大雑把につけるところから。今回は夜空をメインにしたいのでほぼ影なのですが、こういう場合も影の輪郭は慎重に考えます。大体が見えたら細かな投影される影や修正を加えて、あっさりめに終える方が最近はいいかなと思ってます。追加で影に少しグラデーションを加えています。これは強弱をつけて距離感を出したり、単一にならないようにする効果を狙ってます。そしてよく質問される内側のドロップシャドウ的な効果も使って稜線を強調します。やってることは簡単で影の反転した選択範囲を塗りつぶし、ブラーぼかしした後マスクするだけですね。フォトショップであればレイヤースタイルで一発です。ライティングは情報が増えすぎてしつこい見た目になったり、ギラついてしまったりなどあると思います。そういう時はレイヤー分けしてある利点を活かして透明度を下げて緩和したりもできますね。後にマスクとして使える素材は大いに越したことはないですし、やはりレイヤー分けは便利。次は色付け作業です。自分はフォルダーをハードライトモードにしているのでその中にカラーレイヤーやテクスチャを追加していく形をとっています。はじめの肌の色はレイヤープロパティで明暗に色をつけられるので、陰影を統合コピーしたものを使って色付けしています。簡易なグラデーションマップです。肌だけは透過感のある色を出すために単色ではなくしっかりつけた陰影を活かす方法を使っていますね。よくやる方法として影の領域のサイドを落とすレイヤーを作ったりしています。グリサイ油で単一色にならない方法はいろいろあるかと思いますが単純で効果的なものが好ましいですね。
キャラクターについてはあとは色塗りの要領ですが影の内と外などで色の変化もつけてさらに単一にならないようにしてます。ある程度色がついたら背景の色とエフェクト類も大雑把につけ始めます。最終的な色味やコントラストも見据えながら全体のイメージを決めます。反射光の表現にも陰影が活躍しますね。背景はグリザイユ的な手法を使うこともあるんですが単純に厚塗りで済ますことも多いです。今回は夜空が見せられれば他はほとんどシルエットで済むようにしたので、空はスプレーやグラデーション、地面は厚塗りみたいな感じですね。面倒くさくなるよりは簡単に考えるようにしてますね。さて、ここまで来ればほぼ終盤です。色々と調整を残すのみなのでそろそろここまでのカンバス、プロ16の使用感などの感想でも。総評として本当に良い液晶タブレットだと思います。イラスト作業に申し分なく扱うことができ、ペンの遅延もほとんど感じない。高画質で繊細な描画もできるので無理にズームイン作業をすることもないです。15.8 インチというのが絶妙なサイズで、大きく感じられるけど大きすぎないちょうど良いサイズ。板タブレットモードにも対応。不満があるとすればホイールがないことですが、おそらくキーボードもしくはフイオンの左手デバイスが販売しているので、こちらと合わせての使用が推奨されているのではないかと推測しています。8個のボタンではブラシサイズとかズームインアウトなどが収まりきらないかなという感じです。新築、プロ24を使っているとより大きく 4K 解像度というのはありますが PPI190 と精細度はほぼ変わらず、カンバス、プロ16はタッチ機能はないので移動やズームなど指で行えないのがもどかしいですが、値段としては4分の1なので最高のものかもしれませんね。もし置きっぱなしではなく片付けられるサイズというならむしろこっちのスリムさがいいと思いますね。厚さ1センチほどなのでスタンドと一緒に隙間に立てかけられます。さて、これでほぼイラストも完成です。フイオンのカンバス、プロ16、おそらくコスパ最高で液晶タブレットに踏み出すならおすすめの一つです。液タブは上を見ると値段にキリがなくなっていきますから本腰入れていいものを買うのももちろんいいですが、こういった十分な性能のものと例えば左手デバイスなどで快適にしていくのもありです。フイオン様には上位モデルもあるはずですのでその辺も気になる方はチェックですね。それでは、ご覧いただきありがとうございました。綺麗な夜空と OC を描くことができてよかったです。よければチャンネル登録と高評価お願いします。ハッピーホリデー。